はいどうも皆さんこんにちは。サーディの河野玄斗です。皆さん、2の0乗がなぜ1だか説明できますか？おそらく多くの方は0乗っていうものを習った時に、1ですよっていうふうに習うわけじゃないですか。で、きっとですね、習った時は、なんか0乗って言われたら0っぽいけど、でも1なのか、これが定義なら覚えとこうみたいな感じで、無理やり自分を納得させたという感じだと思うんですね。だから要は頭では1だと分かっていても、心では0っぽいけどなというふうに思ってるかと思います。だけどこの動画を見てもらえればもういろんな角度から説明していくんですけど、いやもう頭でも心でも0乗は1でしょう、もう1じゃなきゃおかしい、いや0って思ってた自分が恥ずかしいっていう風になるはずです。きっとですね、1に対するイメージも大きく変わると思うんで楽しみにしていってください。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。A の0乗イコール1となる理由。わかりやすく2の0乗で考えていきましょう。はい、いろんな角度から2の0乗が1だということをね、説明していきます。整合性ですね、ポイントは。テーマは整合性。はい、この整合性を意識すると。はい、じゃあまず一つ目の考え方ですね。はい、2の0乗の前にそもそも2の何乗っていうのはどういう値になってるんだろうなっていうことを考えていきましょう。まず2の1乗はって言われたら2ですよね、当然。2が1つ。じゃあ次2の2乗はって言われたら、2×2 ですね。2×2。2が2つ。で、4と。じゃあ2の3乗はって言われたら、はい、2が3つですね。2×2×2 と。で、8。じゃあ2の4乗はと。2×2×2×2 ですね。こういう風になっているわけですね。じゃあ、これ、2の1乗、2の2乗、2の3乗、2の4乗となるにつれてどういう風になっているのかという風に考えていくと、これかける2倍されてるね。これかける2倍されてるね。ということがわかるわけですよ。ということは、2の0乗っていうものを考えた場合に、2の0乗を2倍して2の1乗になんなきゃいけないのかなっていうふうに思うわけですよ。これが整合性を保つということ。この整合性を保つために2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗、2の4乗と、この指数部分が1上がるごとにかける2というふうになっていれば統一感あるなってなりますよね。ってことは、この2を戻すと1だなぁというふうになるわけですよ。これは割と有名な説明ですね。さらに、ここから発展させると、2のマイナス1乗というものを考えた場合、2のマイナス1乗をさらに2倍することによって、2の0乗になるというふうに言える。だから、2のマイナス1乗2分の1というふうに言えますね。こういうふうに、整合性っていうものを意識していくと、どうやら2の0乗イコール1と、こういうふうに定義すると、うまく釣り合いが取れそうだぞということが言えるわけですね。よろしいでしょうか。これが一つ目の理由。他にはどういう理由があるんだろうと。はい、これ指数法則ですね、今度は。指数法則との整合性っていうものを考えていくわけですよ。要は、計算を行うときに、ある法則に基づいて計算していくわけじゃないですか。例えば分配法則とか、いろんな法則があるわけなんですけども、その中で、その指数法則っていうものもあるわけですね。どういうものかというと、はい、A の M 乗かけ A の N 乗イコール A の M プラス N 乗っていうものですね。他にも指数法則だったら A の M 乗の N 乗っていうものが A の MN 乗ってことですね。こういう風になるわけですよ。よろしいですかね。これを成り立たせたいというのがあるわけですね。指数法則。要はこれ A の M 乗っていうのは A を M 回かけたもの。これ A の N 乗っていうのは A を N 回かけたもの。それを掛け合わせると A が何回 A かけ A かけ A かけっていうのが何個続くかって言ったら A を M 回かけて A を N 回かけてるから全部で A を M プラス N 回かけてますよね。だから A の M 乗かけ A の N 乗は A の M プラス N 乗になる。この指数法則っていうものは絶対的なものにしたいというふうに考えたとき、じゃあ0乗っていうものをどう定義すればいいかというわけですね。そうすると、A の0乗かける A の N 乗っていうものは当然、はい、A の0乗と A の N 乗のこの指数の0と N を足し合わせればいいわけだから、
A の N 乗になりますね。この A の0乗かけ A の N 乗イコール A の N 乗っていうものを成り立たせるためには、この A の0乗をどういう値にすればいいか。もちろん、1ですね。1×A の N 乗が A の N 乗っていう風に言えれば、まあ、それは成り立ってますもんね。だから A の0乗を1として定義してあげれば、指数法則、ここに M とか N に0が入ってきても成り立つなっていうことがわかるわけなんですよ。だから A の0乗イコール1と定義することは、すごく締まりがいいという風になるわけですね。まあ、同様の理由で、さっきのマイナス1乗ですね。マイナス1乗っていうものも同じように定義することができて、このマイナス乗っていうものは、それと反対の絶対値なんですね。A の1乗っていうものをかけてあげることによって、指数法則で当然 A の0乗になるわけじゃないですか。まあ、マイナス1乗だったら1だし、マイナス N だったら N ですね。かけてあげることによって A の0乗というのを作れる。すなわち1を作れるわけですよ。ってことは、A のマイナス1乗っていうものは、A の1乗の逆数になっているということが言えるわけですね。A のマイナス1乗イコール A 分の1ということが言える。だからこれ、整合性という点から明らかですよね。このように、すべて整合性が取れるという形で指数法則との整合性を取るという意味で A の0乗は1だし、A のマイナス1乗は A 分の1だし、こういう風に定めていくのが自然な流れなんですよ。よろしいでしょうか。で、まあ、この一応指数法則っていうところで言うと、さっきのこのかける2かける2かける2っていうのと同じですよね。2の0乗と。2の0乗に2の1乗をかけたら2の1乗になる。2の1乗に2の1乗をかければ2の2乗になる。っていうのは、まあ正直これとあんまり変わらないんですが、こういうふうに、まあいろんな意味でも整合性取れてるなということがわかるはずです。まあで、これは、まあ整合性取れるという意味ではそうだなというふうに思うわけじゃないですか。でもこの整合性取れてるっていうところで、でもまあ整合性取れるから1にしなきゃいけないのか、でも0っぽいなーって思ってる方、いや、0っぽくも何でもないんですよ。1っぽいんですよ、0乗って。はい。なんで0乗っていうものが0っぽいのか。これっていうものは0に対するイメージですよね。0っていうものは何もないっていうイメージじゃないですか。で、2の0乗っていうものは2がありませんよっていうようなイメージじゃないですか。だから2がありませんだったら0なんじゃないのっていうそこがリンクしちゃうわけですよね。それが、まあ頭では一度分かっていても心では0っぽいなって思ってしまう理由だと。違うんですよ。0のイメージっていうか1のイメージが違うんですね。0のイメージっていうのはなぜ何もないかというと、これ足し算したら変わらないんですよね。要は3に何もないものを合わせてあげても3だし、5に何もないものを足してあげても5だし。だから0は何もないっていうイメージなんですよ。一方で1のイメージっていうものは、まあなんかあるわけですよね。3に1を足してあげると4になるし、4に1を足してあげると5になるし。ただこれ、足してあげたらそうなんですけど、これまた1のイメージを変えてほしいんですが、1をかけると変わんないですよね。つまり、1のイメージとして、まあ、足し算してあげたら当然増えてくるのは当たり前なんですけど、掛け算したら変わらないと。0は足し算しても変わらない一方、1は掛け算しても変わらない。要は、0っていうものは足し算引き算での単位元。単位元っていうのは、まあ、一番基本となるものですね。0は足し算ですね。足し算における単位元になっている一方で、1っていうものは、これ乗法、掛け算における単位元なんですよ。よろしいでしょうか。だから、何もないっていうもの、1っていうものも実は何もしてないっていうイメージなんですよね。1っていうものは掛け算しても変わらない情報の単位元なんだという、そういったイメージが1にあれば、今回の0乗ですね。0乗って何よって言ったら、3乗とかって2を3回かけるというわけですよね。じゃあ、1回もかけないって言ったら、どういうイメージになるかって言ったら、情報の単位元になってくるわけなんですよ。情報の何も変わらないものっていうことですね。つまり1になってくるわけなんですよ。必然的に。もうだから、心でも1のイメージが、掛け算で何もしないっていうのが1だなっていうイメージを持っていれば、0乗、何もかけない。かけないんだったら1だっていう風になるはずなんですよ。こういう風に考えてあげると、当然0乗っていうものは1になると。0っぽくないよ。もう1なわけですよ。どう考えても。なぜかというと、1のイメージがもう完全に情報の単位元だから。
だから今までは何もないって言ったら0だよねっていうイメージがもう強すぎたわけ。要は、何もあげないよって言われたら0個自分が持ってるという状況だから、0個かっていうそのイメージが強いわけだけども、0っていうものは足し算における何もないがあって、その1っていうものは掛け算において何もない。このイメージがさらに加われば、きっと0乗って、どっちかっていうと1のイメージだなっていうもうイメージからもう納得できるんじゃないかなと思います。はい。これですね。0のイメージと1のイメージ。これを今回はぜひマスターしてほしいですね。で、もうちょっと補足ですね。素因数分解でも同じようなことが言えるんですよ。はい、素因数分解。ある数字ですね。例えば12とかを素数で分解するんですよ。2×2×3 とか。いう風に素数の積で表すものが素因数分解ですね。15だったら 3×5 みたいな感じ。これもうちょいまとめられて2の2乗 ×3 とかまとめられますよね。100だったら2の2乗 ×5 の2乗とか。他には144とかだったら、これは2の4乗 ×3 の2乗とか。こんな感じで素因数分解されていくわけじゃないですか。じゃあこの素因数分解されたものっていうものはどういう意味を表しているかというと、12っていうものは2を素因数に2個持ち、3を素因数に1個持つということがこれで見てわかるわけですね。15はって言ったら3を素因数に1持ち、5を素因数に1持つ。100は2を素因数に2持ち、5を素因数に2。140は2を素因数に4、3を素因数に2個というのが素因数分解したらわかるわけなんですよ。一方で、これ、じゃあ5を素因数に何個持つのって言われたら、5は素因数にないわけですよね。だから、これ、5を素因数に0個持つというふうに言える。で、じゃあ7はって言ったら7を素因数に0個持つ。点々点と。これすべての素数について、考えられるわけですね。素数をちっちゃい方からやると、2、3、5、7、11、13というふうになってくるわけじゃないですか。で、12に関して言うと、2を素因数に2個持つ、3を素因数に1個持つ。他全部0ですよっていうことが言えて、じゃあ、これをもとに考えていくと、2の2乗かけ3の1乗かけ5の0乗かけ7の0乗かけ、これらを全部掛け算したものっていうものが10になっていくわけですね。これが10になっているはず。とすると、これですね、0乗っていうものが全部1にならないとダメじゃないですか。もう0になっちゃったら、もうかけた時点で0と。だから素因数を0個持つっていうものは1かけるっていうところと対応関係がある。実はこの素因数分解したところの裏に素数のゴーストたちがいるわけですね。0乗っていう素因数0個持つっていうゴーストたちがたくさんいる。2の0乗とか7の0乗っていうものが点々点と抜けてるんだよっていうイメージがあれば、ちょっと変わってきますよね。素因数分解の見え方も。そこを見えなくてもいいとは思うんですが、それによって2の0乗っていう、素因数0個持つっていうものは1なんだっていうイメージがつくはずですね。という感じで、素因数分解の場合もそうなんですけど、もう0乗って1ですよね。掛け算で何もないって言ったら1だし、素因数で0個だと言ったら1だし、もう結局0乗って1なんですよ。きっとそれも心の中で理解してもらえたんじゃないかなと思います。ということで、心の中で0乗って1だよねというふうに思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。